春野菜をたっぷり詰め込んだミネストローネ。皆さんこんにちは。春野菜の美味しさを野菜スープで楽しみましょう。春キャベツ、新玉ねぎ、スナップエンドウ、今シーズンの野菜たちに加え、基本のセロリ、人参などを加えます。ミネストローネはじっくり炒めて野菜の旨味を引き出すのも一つの手法ですが、ハッピーベジ風にいつものように野菜を重ねて蒸しにすることで、これまた野菜の旨味、甘みが炒めることなく引き出すことができます。もちろん今日もブイヨンを使いません。このチャンネルでご紹介するスープはお気づきの方も多いかもしれませんが、スープの素、だしの素を使わない、そしてベーコン、ソーセージなどの加工肉は使っていません。一般的には添加物が多いからです。今日は手作りのソーセージ風を最後に加えることによって、さらにコク、うまみ、ごちそう感が増します。ハッピーベジスープはあなたとあなたの大切な人の健康のお役に立つ情報を発信していきますので、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。ミネストローネは野菜がたっぷり入った食べるスープです。冷蔵庫の残り野菜を何を入れても大丈夫です。何を何グラムというより、野菜全体で 500g から 600g 用意します。ベースになる玉ねぎ、人参に加え、セロリを入れると香りも良くなります。野菜を切って鍋に次々重ねていきます。大まかに土の中にできるものは鍋の上の方に、土の上にできるものは鍋の下に重ねていきましょう。今日は水分の出やすい土の上にできるキャベツを一番下に入れていきます。切ったところから順に鍋に入れていきましょう。セロリは葉っぱと筋を取って、これも野菜だしに使うと良いお出汁が取れます。7ミリ角に切ります。スナップエンドウも筋を取ります。この動画でもお伝えしたように、エンドウは実の部分より鞘の部分に栄養が詰まっています。鞘ごと食べる鞘エンドウは栄養素を摂るのに理想的ですね。鞘エンドウは老化やがんを防ぐのに効果的なベータカロテンを豊富に含む緑黄色野菜です。免疫力を高めるのに効果的なビタミン C はトマトの4倍も含んでいます。疲労回復に一役買うビタミン B 群も多いんですよ。今日使うスナップエンドウはエンドウ豆の一種でアメリカから入りました。大きな豆も柔らかく大人気になりましたね。私と同年代の方はご存知かもしれませんが、入ってきた当時スナップではなくスナックエンドウなどいろいろ名前がついていましたよね。これを昭和58年に農林水産省が名前をスナップエンドウに統一したんです。スナップエンドウ、じゃがいも、新玉ねぎをそれぞれ1センチ角に切り、火の通りにくい人参はそれより少し小さめに切って一番上に重ねます。塩少々を振ります。レシピ本で少々って分かりにくいですよね。皆さんのお気持ちとてもよくわかります。今日はうっかり鍋底に塩を振るのを忘れてしまいましたが、鍋の底と野菜をすべて入れた一番上に振る量を合わせて小さじ1/2くらいかなと思います。弱火にかけ野菜にじっくり火を通していくのですが、やってみたけど焦げてしまうという方もおられるかもしれません。そんな方は水を 50cc ほど加えると焦げにくく、それでもって水をたっぷり入れて煮るのとでは美味しさが全然違ってきます。鍋を弱火にかけている間にソーセージを作っていきましょう。ミンチ肉の扱いは今からお伝えする手順をマスターしていただくと、今日のようなソーセージでもハンバーグでもシューマイでも同じです。まず冷蔵庫からミンチ肉を出して 0.8% の塩をします。今日は 300g の豚ミンチなので 0.8% の塩の量は小さじ1/2です。
そしてここが最初のポイントです。いきなりこれを手で混ぜると塩分が全体に混ざる前に手のぬくもりでうまみの肉汁が出てしまいます。お箸などで均一に混ぜましょう。その後にすりおろした玉ねぎを大さじに入れていきます。香辛料も混ぜます。香辛料はお好みのお家にあるもの何でもいいんですけれども、ソーセージを作るときに絶対入れていただきたいのがセージです。ソーセージと呼ばれるようになったのは諸説あるのですが、そう、メス豚と香辛料のセージが合わさった造語であるとも言われています。それほどソーセージには欠かせないハーブですね。ソーセージ生地をよく混ぜてひとまとめになれば形を作っていきます。最近くっつかない便利なアルミホイルがありますよね。それを使っていただくととても便利です。なければ普通のアルミホイルに薄く油を塗ってください。4分の1の量をホイルの上にこんな感じに置いてくるくると巻き、巨大なキャンディーを作ります。フライパンに少し水を入れて蒸し焼きにしていくので、何重にも巻かれていることが水が入らないために大事ですよ。これが4本できたらフライパンに並べます。この時巻き終わりが上に来るように置いてくださいね。水を 100cc ほど加えて中火より少し小さな火加減で蒸し焼きにしていきます。途中水がなくなってくれば適量を足してください。15分ほどすれば出来上がります。スープに戻りましょう。野菜の蒸し煮も20分ほどすれば野菜が柔らかくなってきますので、水またはトマトジュースなどを 500cc ほど加えます。私のおすすめはトマトベースの野菜ジュースと水を合わせて加えることです。でもこれはお好みで大丈夫です。野菜ジュースの方がトマトジュースより酸味が柔らかくいただきやすいように思います。塩コショウで味を整え、オリーブオイルを大さじ1加えます。コクをつけるだけではなく、ベータカロテンなど脂溶性の栄養素が体内に吸収されやすいからです。もちろんこの野菜だけのミネストローネもとっても美味しいんですよ。今日はよりコク、うまみ、ボリューム感、ごちそう感を出すためにソーセージを加えました。ソーセージを加えてひと煮立ちすれば出来上がりです。春野菜は水分も多く、じっくり蒸しにすることで甘みもたっぷり引き出せます。手作りソーセージは香辛料が効いていて、市販のものとは一味も二味も違います。もちろん添加物が一切入っていないのも嬉しいですよね。形さえ気にしなければ、そのままフライパンでハンバーグのように焼いていただいても、ミートボールのように丸めてスープと一緒に煮込んでいただいても大丈夫です。最後までご覧いただきありがとうございました。